もし突然目の前に殺人鬼が現れたらあなたはどうしますか？東京発新大阪行きの最終便のぞみ265号は多くの乗客を乗せ新横浜駅を発車しました。時刻は午後9時40分過ぎ。車内は仕事や観光で一日を終えた人たちが思い思いにくつろいでいます。その時、キャー！車内に女性の悲鳴が響き渡りました。声が聞こえた方を振り返った乗客はその恐ろしい光景に戦慄とするんです。叫びながら必死で逃げる女性は血まみれ。そしてその隣にいたのは刃物を振り回す男。走る新幹線の車内で起こってしまった恐怖の通り魔事件。犯人はなぜ一体こんな凄惨な事件を起こしてしまったのか。裁判で明かされたその動機は理解不能な夢だったんです。お母さん、健康に育ててくれてありがとう。ケンちゃんです。この姿で街中歩いたら、なんかみんながチラチラ私の方を見てくるのよね。闇闇子です。本日皆様にご紹介するのはですね、なんと新幹線の中で起こってしまった通り魔事件についてなんです。新幹線というね、もう走ってる間逃げれないわけじゃないですか。恐ろしいですよね、そこで通り魔事件が起こったとしたら。自分の身に起こったとしたらもう想像しただけでも本当に恐ろしい事件なんですけれどもだからこそですよ、皆さんアルゴメトリのね動画を見て、もし自分がねこういった状況に陥ってしまった時、一体どんな行動をとるのか。もちろんね対処法はね限られてはいるかもしれないんですけれども、ちょっとそういったね視点も持ちながらね動画を見ていただければと思います。というわけでね、日本中を恐怖に陥れた新幹線で起こった通り魔殺傷事件なんですけれども、早速ね事件の概要を見ていきたいと思います。新幹線での悲劇。遡ること3年ほど前の2018年6月9日、東京発新大阪行きの最終便のぞみ265号は新横浜駅を発車しました。土曜日ということもあり、車内にはサラリーマンだけではなくテーマパークのお土産袋やコンサートグッズを持った人も多く乗車。みんな思い思いに今日一日の出来事を振り返りながらくつろいでいたんです。その時、キャー！静かな車内に女性の悲鳴が響き渡るんです。驚いた乗客たちが悲鳴が聞こえた方を一斉に振り向くと、そこには必死に逃げようとする血まみれの女性の姿があったんです。そして女性の隣にはメガネをかけたおとなしそうな男。そしてその手にはナタが。ナタを持った男は周囲を威嚇するわけでもなく、驚くほど淡々と近くの人に切りかかっていました。傷ついた女性が隙をついて逃げ出すと、すぐさま別の席にいる女性に向かって容赦なくナタを振り上げるんです。通り魔だ！殺される！車内は一瞬でパニックになり、周囲の乗客たちは急いで他の車両に向かい走り始めたんです。デッキでは逃げてきた人たちが折り重なるように倒れ込む場面も。それはまさに阿鼻叫喚と言える光景でした。この恐怖は本当にその場にいないと分かんないぐらいだけども、こうやって見聞きするだけでもゾクゾクするぐらい、もう想像を絶する恐怖ね。これはまさにね動く密室じゃないですか。こんな中でね、男がね持っていたナタからね逃げられないって恐怖が本当にね乗客の皆さんをね支配してたと思うんですけど、こんな状況の中、なんとですね、たった一人でその男に立ち向かっていく方が現れたんです。すごい。突然現れた通り魔に騒然とする車内。多くの人が車両の出口に向かって逃げていく中、ただ一人犯人の背中に飛びかかっていく男性がいました。通り魔の2列後ろに座っていた乗客、宮本達也さんです。外資系メーカーに勤める38歳の宮本さんは研修先の横浜から兵庫の自宅へ戻るため、この新幹線に乗車していました。東京大学工学部を卒業し、世界で羽ばたきたいという夢を持ちながら働いていた宮本さん。正義感が強く、トラブルには正面からぶつかっていく性格の彼は、多くの友人や同僚からも慕われていました。そんな宮本さんはこの時も気がつけば体が動いていたのかもしれません。彼は迷うことなくナタを持った男に一人立ち向かっていったんです。宮本さんは何度も男を制止し、乗客たちを逃がしました。しかし振り払っても止めに入る宮本さんについに男が激高。男は宮本さんに向かってナタを振り回し始めたんです。その衝撃で宮本さんが床に倒れ込むと、男はすかさず馬乗りに、待て、話を聞け。宮本さんはそんな状況になっても犯人の男と会話を試みるんです。しかし激高している犯人は宮本さんの言葉に耳を貸しません。男はそのまま何度も宮本さんに向かってナタを振り下ろしたんです。その後、新幹線は小田原駅に緊急停車。待ち構えていた警察官が一気に車内に突入。車内に入ってきた警察官に促され、男は黙って立ち上がりました。そして倒れていた宮本さんはすぐに病院に搬送されるんですが、その後死亡が確認されました。宮本さんの遺体には致命傷となった首の深い傷の他に数十箇所もの傷跡が残されていたそうなんです。最初に切りつけられた女性2人が重傷、最後まで他の乗客のために奮闘した宮本さんが死亡、合計3人もの犠牲者が出るという痛ましい事件になってしまいました。これ本当にもう宮本さんが止めてなかったらもっと多くの死者とか出ちゃってたんじゃない？こ
れ。でもうおっしゃる通りですよ。だからこそね、こんなにね、勇敢な方がね、命を落としたっていうこの事実、本当に悔やまれることだと思います。その犯人の男は何がしたかったわけ、本当に。おっしゃる通りでそこなんですけれども、法廷でね、結局ね、裁かれることになるんですけれど、そこでね、語られたね、犯人の動機。もう僕はそれを聞いてね、なんでこうなってしまったんだろうと思ったんですけど、もう彼からね、語られたね、動機の数々は、驚くべきものばかりだったんです。明かされる動機。逮捕された男の名前は河合大輔22歳。異常な犯行内容とは裏腹に、どこにでもいそうな素朴でおとなしそうな河合の外見は、この事件の不気味さをさらに際立たせていたんです。一体この男はなぜこんな卑劣な犯行を実行したのか。事件から1年以上経って開かれた裁判では、河合の口からどんな言葉が語られるかに多くの人が注目していました。そうして始まった初公判。起訴内容について問われると、河合は顔色一つ変えずこう言ったんです。私は窓際にいる人を殺そうとしたんですが、残念にも殺し損ないました。私は止めに入った人を見事に殺しきりました。何これ、罪の意識なんて1ミリもないじゃないのよ、この人。いやもう不快感しかないですよね、本当に。実はですね、この驚くべきね、理由のね、数々なんですけど、結局ね、この事件含めて、彼にとってはね、もうある目的を達成するためのね、手段の一つにしか過ぎなかったということなんですよ。続く裁判では河合の犯行動機についても追及されました。そこで河合はこう答えるんです。無期懲役で刑務所に永遠に入っていたかった。なんと河合は子供の頃から刑務所に入るのが夢だと語ったんです。無差別殺人が一番簡単だと思ったから選んだ。3人殺すと死刑になるので2人までにしようと思った。彼の口から語られる言葉はあまりに自己中心的なものばかり。さらに裁判長が自分が被害者や遺族の立場だったらどう思いますかと問いかけると、河合は他人事のように絶対に許さないと答えました。人を傷つけ悲しませるようなことをしたと自覚していながら、謝罪や罪の意識は一切ないという河合。人としての心を持っていないこのふてぶてしい態度に世間は騒然としたんです。刑務所に入るのが夢ってさ、どういう生活してたらそんな思考回路になるわけ？そもそもね、なぜ彼がね、こんなことをしてしまったのか。実はですね、彼の半生を振り返ると、ちょっとね、見えてくるところもあるんですよね。家族との衝突。河合は1995年愛知県一宮市に生まれました。兄弟は姉が一人。幼い頃から他人とのコミュニケーションが苦手だった彼は5歳の頃に発達障害の可能性を指摘されるんです。しかし母親は大きくなれば治ると何もせずに放置していたんです。中学生になった河合は授業についていけず成績は下がる一方、父親はそんな河合に厳しくもっと頑張れときつく言い聞かせるんですが、河合は僕より成績が悪い人もいると繰り返して話が進みません。このような口論を繰り返すたび、河合と父の溝はどんどん開いていったんです。そうして彼が日々募らせていった鬱憤はある出来事をきっかけに大爆発。それは河合が中学2年生の新学期のこと。母親が子供たちのために水筒を用意したんですが、姉には新品、河合には姉のお下がりを渡したんです。なぜ姉だけ新品で自分はお古なんだ。激怒した河合はなんと夜中に両親の寝室で金槌と包丁を持って乗り込み、それらを投げつけたんです。恐怖を感じた父は河合を押さえつけ、母親は110番通報、警察官が駆けつける事態になってしまったんです。確かに新品が欲しいのはわかるわよ、でもそれだからっつって金槌と包丁を持って暴力に訴えるっていうのは違うわよ。いやそうっすよ、このことをきっかけに河合はね、実家を離れてですね、母が勤めている自立支援施設に入所することになるんです。自立支援施設とは、不良行為をする恐れのある子供たちが自立を目指すための施設。河合はここに入所しながら定時制高校に通い、職員であった母親も彼を全面的にフォローしたんです。施設にいる間の河合はトラブルを起こすこともなく、成績もオール5。本来4年通うはずの高校を3年で卒業するほど優秀だったんです。その後、職業訓練校を経て2015年には機械メンテナンスの会社に就職。同期の中でも仕事ができた河合は充実した社会人デビューを果たすんです。この頃には長年膠着状態が続いていた父との関係にも変化の兆しが。法事で実家に戻った際には、給料で買ったものを嬉しそうに報告したり、父からのお小遣いをありがとうと素直に受け取っていたんです。ところが、この穏やかな日々も残念ながら長くは続きませんでした。入社してから11ヶ月後、河合は会社を退職してしまうんです。原因は人間関係のトラブルでした。半年も経たないうちに貯金もつき、一人暮らしをしていたアパートは電気もガスも止まってしまっています。両親とは再び関係が悪くなっており、実家へ戻ることもできません。そして行き場を失った河合が選んだのは母方の祖母との同居でした。実は河合は3
歳まで祖母と一緒に暮らしており、幼い頃からとても可愛がられて育ちました。思春期を迎えた河合が問題を起こしても決して非難せず、優しい子だと彼を信じ続けた祖母。河合もそんな祖母のことを大切に思っていたのか、散歩の時は転ばないように手をつないで一緒に歩くなど思いやりのある一面を見せていたといいます。最終的に河合は実の両親との戸籍を離れ、祖母と養子縁組を行いました。しかし祖母との同居生活には一つ問題があったんです。それがもともと祖母と同居していた叔父の存在。叔父は家族である自分に相談もなく、河合と祖母が勝手に養子縁組を行ったことを不満に思っていました。それに加えて河合の生活態度も悪く、出て行けと口論になることもあったといいます。新たな家でも再び家族との衝突を免れなかった河合。とうとう彼は2017年の年末、旅に出たいという言葉を残して家を出ます。祖母はお金に困らなければ悪いこともせず帰ってきてくれるはずと河合に自分の年金が入ったキャッシュカードを渡したんです。しかし祖母の願いも虚しく、この半年後、河合はあの凄惨な事件を起こすことになるんです。いや、この時まだ21歳でしょ、なかなか波乱な人生じゃないのよ。いや、そうっすよね。施設にいたね、数年間はね、結構穏やかに暮らしてたんですけど、やっぱね、家族がね、もう嫌だったんでしょうね。なんか家族とね、一緒になるっていう時のね、鬱屈感があったんですけど、施設だったらそれがなかったみたいなことだと思うんですけど。まあでも祖母の家を出て、どこに行くわけ、行くあてがあるの？祖母のね、家を出たね、河合なんですけれども、犯行までの半年の間に一体何をしていたのか。そして半年経ってね、彼をね、犯行に走らせたのは、ある意外な人物の一言だったんです。悲しい勘違い。家を出た河合は寒さの厳しい長野県にいたんです。彼は県内の各地を転々としながらホームレス生活を送っていました。実は会社を辞めた頃からぼんやりと自殺願望を抱えていた河合。自分の人生はホームレスになって餓死するか、精神科に入院するか、刑務所に入るかの3択しかないと思っていたんです。その中で今回河合は餓死する道を選んだんです。なぜならそれが一番家族に迷惑をかけることがないと思ったから。ある意味彼なりの最後の良心だったのかもしれません。しかしやはりお腹が空くとどうしても食べ物を口にしてしまいます。体重はどんどん減っていったんですが、本能が死を拒否して食べてしまう。そうして気がつけば3ヶ月ほどの月日が経っていました。そんなある日、河合に1本の電話がかかってきます。電話の相手は祖母でした。河合が元気にしているのかを心配する祖母。愛する孫がいない悲しみをどう紛らわせていいのかわからない祖母は河合にこんな言葉を投げかけたんです。帰ってきてくれないのは長い夢を見ているのかね。いない存在だと思えばいいのかね。河合はその言葉を聞いて絶望しました。彼は祖母が自分との養子縁組を解消すると思ったんです。いやいや、待ってよ、おばあちゃんそんなこと言ってないでしょこれ。実はですね、彼はね、他人の言葉をね、ネガティブに捉えてね、被害妄想を考えてしまうというね、猜疑性パーソナリティ障害になっていたと言われているんです。というわけで本日のメトラキーワード。猜疑性パーソナリティ障害とは、他者を信用できず根拠が乏しくても他者が自分に害をなそうとしていたり欺こうとしていると考えてしまうもの。妄想性パーソナリティ障害とも呼ばれ、生まれつきの気質、育った環境、社会的要因など様々な要因が絡み合って起こる障害なんです。他人の行動を悪意あるものと勝手に解釈してしまうこの障害は、人と壁を作ったり勝手に言葉の裏を読んでネガティブに捉えたりしてしまう傾向があるんです。青年期では特にその変わった思考や言葉が奇妙に見られることもあり、いじめにつながってしまうことも。それを防ぐには障害に対する周囲の理解も必要になるんです。これもノリが悪いとかで片付けちゃいけない問題ね、これね。現在、猜疑性パーソナリティ障害の有効な治療法はないと言われているんです。そのため、抗うつ剤などの薬物を使ったり、解釈や考え方の癖を正しい方向へ修正していく認知行動療法を使って改善していくのが一般的。何より本人や周りの人が障害について正しい知識を持ち、治療に前向きになれる環境づくりが最も大切なんです。このようなね、障害が影響してね、彼をね、思いやるね、祖母の一言だったんですけれども、もう祖母から自分に対するね、決別宣言とね、勘違いして疑ってしまったんですよ、本当に。悲しいね、これは。小さな頃から可愛がってくれた祖母からも見捨てられた。こういった勘違いをどんどんこじらせていく河合は、ついに心の中で何かが吹っ切れてしまうんです。そうだ、餓死することはやめて刑務所に入ろう。そして最悪の決意をしてしまうんです。刑務所に入るために人を殺そう。こうして河合の新幹線無差別殺人計画がスタートしたんです。ほぼ絶食だった河合はまず食事を再開。砂糖を溶かしたスポーツドリンクから始め、お粥、カップ麺と徐々に固形の食べ物を口にし体を慣らしていきます。ある程度体調が戻った河合はコインランドリーで洗濯をして銭湯で体をきれいにし、それからおよそ2ヶ月ほどかけて体力をしっかり回復させたんです。そして河合は購入したナタとナイフを荷物に忍ばせ、長野県から東京駅へと向かい、あの新幹線に乗り込むんです。でもそこまで努力できるなら人生なんとでもなるわよ、本当に。まあでもね、もうそれしか選択肢がないって思い込んじたのかもしれないですね。それでもう河合の判決っていうのはどうなったわけ？というわけでですね、判決が出た時のね、うん河合の反応を見ていきたいと思います。
2019年12月18日、河合の判決公判が行われました。河合に下された判決は無期懲役。河合が望んでいた通りの永遠に刑務所なんです。証言台に立ち、この判決を聞いた河合。判決を言い渡した後、裁判長は彼に元の席に戻るように促すと、河合はこの裁判長の言葉を無視して突然大声で叫び出したんです。その発言は耳を疑うものでした。控訴はしません。万歳参照します。万歳万歳万歳。周囲が唖然とする中、一人だけ嬉しそうな河合。長年の夢が叶った河合は万歳参照して法廷を後にしたんです。刑務所に入りたい。そんな身勝手極まりない理由で人の命を奪い、多くの人を恐怖に陥れた今回の事件。その結果、犯人に下された判決は犯人の願いを叶えるものになってしまいました。本来、法の裁きは罪を償うため犯罪の抑止力にならなければいけません。しかし、それを目的に犯罪を犯す人間が現れた時、私たちは一体何をもって罪を償ってもらえばいいのでしょうか。河合が自分の罪を認め、本当の意味での償いをする日が来ることを願います。